ゆっくりで語る。写真と戦争。ズールー戦争、1879年。ズールー戦争は、1879年に、イギリス帝国と南部アフリカの、ズールー王国との間で、行われた戦争です。ズールー戦争についてざっくりとした説明。イギリス植民地当局の思惑により、本国政府の意向から離れて、開戦したものの、英国軍は初戦のイサンドル罠の戦いで、槍と盾が私兵装で火器を、ほとんど持たないズールー軍に大敗を、喫して思わぬ苦戦を強いられました。その後、帝国各地から大規模な増援部隊が送り込まれ、王都ウルンディで行われたウルンディの戦いでは近代兵器を用いた英軍が王都を陥落させ勝利しました。戦争の結果、ズールー王国の独立は失われてしまいました。写真に残る人物の紹介。ズールー側。セテワヨ、カムパンデ王。セテワヨは、1877年に、イギリス植民地との国境線付近で、イギリス人測量士を拘束しました。これに対して南アフリカ高等弁務官の、サー・バートル・フレア準男爵は、セテワヨに対して損害賠償と、部隊の駐留、マスケット銃を配備した近代的な連隊員備の解散、ズールー王国の保護国化などを要求しました。セテワヨは損害賠償以外の要求を拒否すると1879年、イギリスはズールー王国に侵攻しズールー戦争が勃発します。初戦ではイギリス部隊を壊滅し、撤退させるイサンドル罠の戦いなど優勢でしたが、部隊を増強したイギリス軍の前に劣勢となり、敗北。ズールー王国は12または13に分割されセテワヨはロンドンへ連行されます。1883年1月10日セテワヨ本人はズールーランドに帰還、復位を果たすもすでに影響力はなく1884年2月8日南部のエショウェで亡くなりました。ディヌズールー、カセトシュワヨ。父セテワヨを継承し、ボーア人の力を借りて共和国を起こすも、領土はトランスブアール共和国とナタール植民地に合併、最終的には南アフリカ連邦の一部となります。その後ディヌズールーは英国に逮捕され、セントヘレナ島への流刑となります。1898年帰国し、イギリス政府からエンズーネ、ズールー語の称号、指導者等の意味の地位を与えられます。ジョン・ロバート・ダン。セテワヨはズールー王国の強化のため白人の商人に支援を求めました。ジョン・ロバート・ダンは、そのような個人の一人でした。彼はツゲラ川の近くの土地で、ズールーの伝統的な衣服で暮らし、ズールーの習慣や言語に精通することで彼の影響力を増大させることに成功しました。セテワヨの秘書兼外交顧問を務め、首長の地位、土地、家畜、ズールー族の2人の処女を授与されます。しかし、ズールー戦争直前に、セテワヨと同時にイギリスから最後通告を受けることになり彼は中立の立場を放棄、イギリスを支持することとなります。60歳程度で亡くなりますが、41人の妻を持ち子は171人も受けます。イギリス帝国側。ヘンリー、バートル、エドワード、フレア卿。彼はズールーランドへの侵攻を命じたイギリス植民地管理者であり、当初イギリス政府の支援なしに行動しました。当初ズールー人とその戦力を棒で武装した野蛮人と過小評価していました。ウィリアム・ベレアーズ少将。ズールー戦争中は大佐で、植民地の東部地区の司令官でありフレアの顧問の役割を果たしていました。フレデリック・アウグスプス、セシガー、チェルムスフォード卿。ズールー戦争中に、悪い意味で、著名になり、彼の指揮下にある遠征軍が、決定的な敗北を喫しました。イサンドル罠の戦い。その後も指揮を続け、ズールー王国の首都ウルンディの戦いでズールー族を打ち負かし名誉は回復しましたが、その後の調査によってイサンドル罠の敗北をひどく批判され二度と野戦指揮を取ることはありませんでした。ガーネット、ジョセフ、ウォルズリー卿。豊富な戦歴とナタール総督を務めた経験があったことから、チェルムスフォード卿に代わって、総指揮権を握ることとなったが、認知到着までは3週間を要することになります。そのため到着した頃には、戦争は終わっており戦後処理としていくつかの条約の締結を行います。英国の大敗、イサンドル罠の戦いの中、最後まで抵抗をし壊滅した第24連隊第1大隊に所属していた兵士たち。チャールズ、ジョン、アトキンソン中尉。フランシス、ペンダー、
ポーテウス、注意。南アフリカ赴任前はインドで、任務に就いていました。ジョージ、ホドソン、注意。第30隊、リチャード、グリーン大佐付きの、将校でした。ジェームズ、パトリック、デイリー、注意。ネブイル、ジョサイア、アイルマー、コグヒル、注意。ケープタウンで開催された演劇作品で、コミカルな役割を果たしただけでなく、画家の才能も持ち合わせていました。エドガー、オリファント、アンスティ、注意。南アフリカ赴任前は地中海で、任務に就いていました。兵士たちの写真はケープタウンで、当地を拠点とするクルーズ&さんによって、撮影、印刷されました。他にもダーバンに拠点を、置くキッシュ兄弟、ピーター・マリッツバーグに拠点を、置くファーニホー、グラハムズタウンに拠点を、置く CJ アルバムなどが、商用写真の活動を、行っています。偉大な防衛戦ロルクズ、ドリフトの、戦いにおける指揮官。ジョン、ラウズ、メリオット、チャード、注意。イサンドルワナの戦いでイギリス軍を、破った3000から4000名の、ズールー戦士をわずか139人の、兵士で撃退した際の指揮官、ブイクトリア十字章を、受勲。その活躍は後年スタンリー、ベイカーによって、映画ズール戦争で再現されました。ゴンブイル、ブロムヘッド、注意。同戦闘で活躍、ブイクトリア十字章を、受勲。映画ズール戦争でマイケル、ケインによって描かれました。ズールー戦争に関する写真。ズールー族の主張への、最後通告の朗読。損害賠償と部隊の、駐留、インビの解散、ズールー王国の保護国化などを、要求しましたが、拒否されズールー戦争が、開戦となります。ズールー王、弟のダビュラマンジと共に、ズールー王セテワヨは、1879年の、戦争に至るまでの数ヶ月で、銃を購入し始めました。ズールー人は昔ながらの、マスケットといくつかの現代の、ライフルを持っていましたが、戦士たちはそれらの使用について、適切に訓練されていませんでした。戦士たちは白兵戦の専門家で、盾と、汗貝、で武装していました。汗貝は薄い刃の投げ槍と、広い刃の差し槍の2つの、形態がありました。イサンドルワナの戦場。近代的な兵装の第24歩兵連隊の、6個中隊が鉄槍と、牛川の盾で武装した約2万5000の、ズールー戦士に攻撃され、壊滅。英国の最初の敗北となりました。援軍としてやってきた第91歩兵連隊。1879年2月19日に、サウサンプトンからナタールに、向けて出発しました。ズールーランドへ到着すると、彼らは国を登って、1879年4月2日の、ギンギンドロブの戦いに参加しました。ロルクズ、ドリフトの防衛戦が、行われた倉庫。約4000のズールー戦士が、イサンドルワナの勢いを持って、ロルクズ、ドリフトへ攻め込んできました。第2大隊第24歩兵連隊は2日間にわたって、持ちこたえ、援軍を迎えたことでズールー軍は撤退しました。この戦いの後に守備隊の、衛兵11名がブイクトリア十字章を、授与されたことで有名な戦いです。ナポレオン、ウジェイヌ、ルイ、ボナパルトの、戦士。イギリスへと亡命していたが、ブイクトリア女王に、ルル、と、呼ばれ待つ娘ベアトリス王女との、縁談も持ち上がるほどの寵愛を、受けていました。その恩返しとして従軍していましたが、1879年6月1日偵察行動を行っていた際にズールー戦士の襲撃を受けて戦死。子がいなかったことで、ナポレオン3世直系の血脈は途絶えることになります。ガトリング砲を擁する第2師団。首都ウルンディ攻略に向け配備されたガトリング砲です。ガトリングはハンドクランクによって回転し、バレルから銃弾が発射されます。戦闘は2時間で終わり、英軍の完勝でした。最後の写真はダーバンに、拠点を置いたイ・グレッグソン&さんによるコマーシャル写真。イ・グレッグソン&さんはイギリスで、アクティブな写真家として、記録されています。戦後の写真撮影の機会を求めて、南アフリカ、おそらくダーバン、に、旅行した可能性があります。写真と戦争、いかがでしたでしょうか。1800年代後半に撮影された写真が現存していることに感銘を受けました。こちらもシリーズとして継続していきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。